こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。今日は ASUS 製ウルトラブック PC、UX21E を分解していくよ。UX21E は2011年に発売されたモデルで、小型軽量、長時間バッテリー駆動。さらには、MacBook Air をライバルに据えて性能も追求した欲張りモデルだったんだ。分解する前に、分解手順などマニュアルがないか探したんだけど、公式ウェブなどを見ても、取説くらいしかなかったんだ。メーカーは分解手順を公開しているところもあるんだけどな。ないものは仕方ないから、調べながらやっていくよ。ネジの場所や規格も、わかる範囲で解説するからよろしくなのぜ。底面には、ボトムカバーを固定するネジが9本。規格はいずれもテイコートルクスの5番、だぜ。そのうち、オレンジ丸で囲った2本が他よりも長いので、取り外したらわかるように保管場所を分けておくのぜ。すべてのネジを外したら、あとはボトムカバー、底蓋を持ち上げれば外れるよ。分解作業は、電力供給を断つことを先に行うんだ。事故防止の観点だね。ノート PC ならまず、AC アダプターを外し、次に内蔵バッテリーからの電力ケーブルを外すんだ。本機のバッテリーケーブル端子はオレンジ丸の部分で、バッテリーケーブルは、マザーボードから垂直方向に持ち上げれば外れるよ。ケーブルを外したら、次は固定ネジを外していくよ。バッテリーを固定しているのはオレンジ丸で示した5本のネジ。規格はいずれも PH1、フィリップスプラス型1番、だぜ。ネジを外せば、あとは持ち上げるだけで OK だぜ。いつも思うんだけどさ、内蔵のリチウムイオンバッテリーってさ、見た感じが、板チョコみたいで美味しそうだよね。皆さんはそう思わない？バッテリーを外すことで、その下に隠れていた、タッチパッドとキーボードにアクセスできるようになったよ。タッチパッドケーブルは、文字通りタッチパッドとマザーボードを接続するもので、マザーボード側端子部は、黒いつまみを上に引き上げ、ケーブルをタッチパッド方向に水平に引けば外れるよ。ノート PC 全般に言えるけど、薄型化を実現するためにフラットケーブルが多用されてるよね。同じフラットでも、外し方や引っ張り方向がバラバラなのはやりにくいから統一してほしいな。次は、キーボードケーブルをマザーボードから取り外すね。マザーボード側接続部を覆っている固定用テープを剥がして、端子部左右両端の白いつまみを水平にずらし、ケーブル固定を解除するんだ。ケーブルの固定が解除されれば、先ほどのタッチパッドケーブルと同じように、水平方向にケーブルを引くことで、ケーブルが外れてくれるよ。さて、お次はマザーボードと液晶画面を接続している、映像ケーブルを外していくよ。私の所持している PC では、端子部に粘着テープが貼られていて、ケーブルの固定をより強固にしているんだけど、いろんな分解手順の動画を見ていると、テープがない場合もあるみたいだね。映像ケーブルのマザーボード側は、粘着テープを剥がし、両端の白いつまみごと水平方向に引っ張ってね。続けて、近い場所にある Wi-Fi ケーブルを外すよ。今回だけでだいぶ見慣れた粘着テープを剥がして、テープが硬くて全然剥がれない。仕方ないので指で剥がしました。本機の無線通信機能は、この Wi-Fi カードに集約されているみたいです。Wi-Fi カード用の信号電源ケーブル、多分、2本とネジ1本で固定されてるね。ネジの規格は PH1、フィリップスプラス型1番、だよ。この Wi-Fi カードと SSD は、形状から見て M.2 規格のようだぜ。外すときは斜め15度くらいの角度に、端子部の反対側を持ち上げてから外すようにしようね。さて、ここでマザーボードとその周辺パーツの配置を見てみるぜ。まず SSD や Wi-Fi カードを搭載したマザーボードがオレンジ枠部分。本体左側の USB ポート、ヘッドフォンジャック、独自規格の外部出力ポートを備えた IO ボードが緑枠だぜ。IO ボードはマザーボード、母たるメイン基板に対して、ドーターボード、娘基板とも呼ばれるよ。
青で示したのが、左右に分かれた基板の間にある冷却ファンとヒートシンクだよ。そして、ファンで分かれた母子をつなぐ橋渡し役が、赤で示した接続ケーブルという配置だね。ファン系パーツ、マザーボードや IO ボードを外すには、接続されている各種ケーブルと赤い接続ケーブルを外さなきゃだね。今回の失敗ポイント。撮影時に順番を間違えて、マザーボード IO ボードケーブルを外すより先に、ファン関連の固定ネジを外してしまったんだ。だからこの動画ではマザーボード IO ボードケーブルを外す段階で、ファンとヒートシンクのネジが外れてるぜ。すまないが、ご理解の上で視聴ください。マザーボード IO ボードケーブルは左右両方の接続部を、垂直方向に持ち上げれば外れるよ。ファンの固定ネジはオレンジで囲った2本。ヒートシンクの固定ネジは緑で囲った5本だよ。ボトムカバーを外した時と同様、オレンジと緑のそれぞれのネジの長さが違うから気をつけるんだぜ。ネジの規格は PH1 フィリップスプラス型1番、だよ。ファンケーブルは接続部をファンに向かって、水平方向に引っ張れば外れるよ。初めて外した時は、CPU のグリスが固着する感じで、少し硬かった。そのまま上に引っ張れば、パコッと外れるよ。では次に、左側にある IO ボードを外していくよ。最初に、CMOS バッテリーを外すね。端子は水平方向に引っ張れば抜けるよ。バッテリー本体はマザーボードに両面テープでくっついてるだけだから、ベリッと剥がせるよ。左スピーカーケーブルは、同じく水平方向に引っ張ることで外せる。あとは、IO ボードの固定ネジを外せば、ボードそのものを取り外しできるよ。ネジの規格は例によって、PH1 フィリップスプラス型1番、だよ。やったね、だいぶ PC 内部がスッキリしてきたんじゃないかな。IO ボードの次は SSD を外すんだけど、注意点があるよ。SSD の固定ネジに、封印が貼られているんだ。このシールを破損したり剥がしたりすると保証が適用できなくなります。だって、このシールに言われるまでもなく、分解作業は自己責任だよ。メーカー保証やサポートが受けられなくなる、という可能性を理解した上で作業をしようね。芯がない、壊したくない、怪我したくない、ならば、分解はしない方がいいです。ただ、あえて言うと、このシールの場所はちょっと腑に落ちない。SSD などのストレージは、増設が容易な部位です。なので、ストレージにこのシールを貼る意図がわからないです。同じ貼るならユーザーがあまり乾燥しない部位の方が適しているような。SSD は PH1 の固定ネジを外せば OK。もしかしてだけど、ヒートシンク一体型の M.2SSD だから、本モデル専用品なのかな。だから封印が SSD 固定ネジに重複されていたのかもしれない。根拠はないけど、そんな想像をしたよ。IO ボードの時と同じく、今度は右スピーカーケーブルを外すよ。左側と同じで、水平方向、本体右方向、でスライドすれば外れるよ。ここまで来ると、もうマザーボードを固定しているネジはオレンジで囲った1本のみだよ。PH1 ネジをパパッと外してしまおう。あとは、斜め方向に持ち上げながら引き抜けばマザーボードも取り外し完了だよ。周辺の Wi-Fi ケーブルとか、映像ケーブルなどを巻き込まないように注意してね。やったー、取ったどー。
なんというかあれだね。リノベ前に骨格だけになった家を見ているような気分だね。さて、残るはキーボード部分にくっついてるタッチパッドモジュールを取り外してみよう。バッテリーを外した直後に、マザーボード側のケーブル接続部は外していたよね。まだ外していないタッチパッド側も、同じ黒いつまみを90度引き起こせば、簡単に引き抜くことができるよ。固定ネジは PH1 が4本。ネジしてしまおう。固定部位がなくなれば、あとは隅っこからこじるように持ち上げるだけさ。掃除をした後の開放感にも似た心境。さて、本日最後の作業は、ディスプレイの取り外しだよ。キーボード背面にある黒いシール、これが Wi-Fi ケーブルを上から覆ってるんだね。ペリペリペリっとシールをめくって、ケーブルを露出させたら、左右のヒンジ固定を外していくよ。ヒンジっていうのは、ディスプレイと本体側を接続している蝶番を言うんだ。PH1 ネジ4本を外したら、本体を開いて、わざとヒンジを引き起こすよ。こうするとヒンジと本体が外しやすくなるんだ。これにて分解は完了だぜ。スピーカーを外せないかと試みたんだけど、左右のスピーカーは、キーボードに一部干渉する形で接着剤で固定されていたよ。だから、キーボードを周囲のパームレストなどから分離しようとすると、スピーカーが邪魔する構造なんだ。これは推測だけど、もしキーボードやスピーカーが故障した場合、メーカーは画像に出ているパーツ類を、アッセンブリとして手配するんじゃないかな。そうなると、もし優勝修理になった場合、費用がお高くなりそうだぜ。本動画では、あまり他の動画ではなかった、全分解工程の投資を扱ってみたよ。これから PC に触れる方にも理解しやすいように、平易な表現をするよう心がけたけど、どうだったかな？ささやかでも、この動画を見た方の助けになると嬉しいのぜ。